アクチュエーターの動作を Python スクリプトで制御し、ワークを搬送する方法について説明します。本動画は、アクチュエーターの動作を Python スクリプトで制御する方法の続きから設定します。アクチュエーターの可動部、リンクアンダーライン1とリンクアンダーライン2を Python スクリプトで制御する設定が完了しているファイル、アクチュエーター4アンダーラインアフター .vcmx が必要です。本動画では、Z 軸を中心に回転する可動部、リンクアンダーライン3と、ワークをつかむハンド、リンクアンダーライン4、リンクアンダーライン5を Python スクリプトで制御します。Python スクリプトを追加し、アクチュエーターを動作させるプログラムを記述します。アクチュエーターが Z 軸を中心に回転するための Python スクリプトを追加するため、コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン3を選択します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトアンダーライン3のプログラム内容は Python スクリプトアンダーライン2と類似しているため、Python スクリプトアンダーライン2のプログラムをコピーします。コンポーネントグラフウィンドウの Python スクリプトアンダーライン2をダブルクリックして開きます。Python スクリプトアンダーライン2のプログラムをすべて選択し、コピーします。Python スクリプトアンダーライン3のプログラムをすべて選択し、貼り付けます。Python スクリプトアンダーライン3を編集します。4行目で参照しているサーボコントローラーの名前をサーボコントローラーアンダーライン3に変更します。5行目の変数名をローテート0に参照しているシグナルの名前をローテート0に変更します。6行目の変数名をローテート90に参照しているシグナルの名前をローテート90に変更します。7行目の変数名を X5A に参照しているプロパティの名前を X5 に変更します。8行目の変数名を X6A に参照しているプロパティの名前を X6 に変更します。プロパティの初期値を設定します。PLC と連携し、アクチュエーターの動作を制御する場合、アクチュエーターの状態を判別する必要があります。X5、X6 の値は、アクチュエーターのリンクアンダーライン3の状態を示します。X5 が True の時、リンクアンダーライン3が0度の状態です。X6 が True の時、リンクアンダーライン3が90度の状態です。シミュレーション開始時、リンクアンダーライン3は0度のため、X5A を True、X6A を False に設定します。トリガーコンディションで、トリガーとして使用するシグナルをローテート0とローテート90に変更します。ローテート0が True の場合、リンクアンダーライン3が0度になるように回転します。X6A を False に設定することで、リンクアンダーライン3が90度でないことを示します。Servo.MoveJoint 0,0で、リンクアンダーライン3が0度になるように回転します。X5A を True に設定することで、リンクアンダーライン3が0度になったことを示します。ローテート90が True の場合、リンクアンダーライン3が90度になるように回転します。X5A を False に設定することで、リンクアンダーライン3が0度でないことを示します。Servo.MoveJoint 0,90に変更し、リンクアンダーライン3が90度になるように回転します。X6A を True に設定することで、リンクアンダーライン3が90度になったことを示します。コンパイルをクリックします。Python スクリプトアンダーライン3に記述したトリガーコンディションで、ローテート0とローテート90をトリガーとして使用するため、接続します。コンポーネントグラフウィンドウでローテート0を選択します。プロパティウィンドウの接続で Python スクリプトアンダーライン3を選択します。同様に、ローテート90と Python スクリプトアンダーライン3を接続します。ハンドに開閉する動作と
コンテナに格納するプログラムを記述し、ワークをつかみ、掴んでいるワークを離します。ハンドの開閉動作をするための Python スクリプトを追加するため、コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン4を選択します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトアンダーライン4のプログラム内容は Python スクリプトアンダーライン3と類似しているため、Python スクリプトアンダーライン3のプログラムをすべて選択し、コピーします。Python スクリプトアンダーライン4のプログラムをすべて選択し、貼り付けます。Python スクリプトアンダーライン4を編集します。4行目で参照しているサーボコントローラーの名前をサーボコントローラーアンダーライン4に変更します。5行目の変数名をオープンに、参照しているシグナルの名前をオープンに変更します。6行目の変数名をクローズに、参照しているシグナルの名前をクローズに変更します。7行目の変数名を X7A に、参照しているプロパティの名前を X7 に変更します。8行目の変数名を X8A に、参照しているプロパティの名前をX8 に変更します。ワーク A の情報を取得するため、センサーで検出したコンポーネントを格納するシグナルを参照します。シグナル=comp.findBehavior コンポーネントシグナルと記述します。アクチュエーターの移動にワークを追従させるため、コンテナを参照します。コント=comp.findBehavior コンポーネントコンテナと記述します。搬送先のテーブル B のコンテナにワーク A を格納するため、テーブル B を参照する必要があります。Python スクリプトを含むコンポーネント以外のコンポーネントを参照する場合、まず Gemini のアプリケーションにアクセスします。Gemini のアプリケーションにアクセスするため、app=getApplication と記述します。次に、参照するコンポーネントを指定します。テーブル B を参照するため、テーブル B=app.findComponent テーブル B と記述します。最後に、コンポーネント内の参照する Behavior を指定します。コンテナを参照するため、コントにテーブル B.findBehavior コンポーネントコンテナと記述します。プロパティの初期値を設定します。X7、X8 の値は、アクチュエーターのハンドの状態を示します。X7 が True の時、ハンドが開いている状態です。X8 が True の時、ハンドが閉じている状態です。シミュレーション開始時、ハンドは開いているため、X7A を True、X8A を False に設定します。トリガーコンディションで、トリガーとして使用するシグナルを、オープンとクローズに変更します。オープンが True の場合、ハンドを開き、掴んでいるワーク A を離します。X8A を False に設定することで、ハンドが閉じていないことを示します。センサーで検出したコンポーネントをワーク A として定義します。コンポーネントシグナルの値に、検出したコンポーネントが格納されているため、ワーク A=signal.value と記述します。ワーク A をテーブル B のコンテナに格納します。グラブメソッドを使用することで、コンテナやパスにコンポーネントを格納することができます。コント 2.grab ワーク A と記述します。servo.moveJoint 0,0でリンクアンダーライン4と連動しているリンクアンダーライン50の位置に移動します。X7A を True に設定することで、ハンドが開いたことを示します。クローズが True の場合、ハンドを閉じ、ワーク A をつかみます。X7A を False に設定することで、ハンドが開いていないことを示します。servo.moveJoint 0,10に変更し、リンクアンダーライン4と連動しているリンクアンダーライン510の位置に移動します。ワーク A を定義するため、ワーク A=signal.value と記述します。
コントドットグラブ、ワーク A と記述し、アクチュエーターのコンテナにワーク A を格納します。X8A を True に設定することで、ハンドが閉じたことを示します。コンパイルをクリックします。Python スクリプトアンダーライン4に記述したトリガーコンディションで、オープンとクローズをトリガーとして使用するため接続します。コンポーネントグラフウィンドウでオープンを選択します。プロパティウィンドウの接続で Python スクリプトアンダーライン4を選択します。同様にクローズと Python スクリプトアンダーライン4を接続します。シミュレーションを実行します。接続グループのシグナルをクリックし、アクチュエーターを選択することで、シグナルエディターを表示することができます。ダウンをクリックしてオンにすることで、ワーク A の高さまで移動します。クローズをクリックしてオンにすることで、ハンドが閉じ、ワーク A をつかみます。ダウンをクリックしてオフにします。アップをクリックしてオンにします。ワーク A はアクチュエーターの動作に追従しているため、アクチュエーターのコンテナに格納されたことがわかります。ローテート90をクリックしてオンにすることで90度回転します。ローテート90をクリックしてオフにします。ローテート0をクリックしてオンにすることで0度に戻します。ポジション B をクリックしてオンにすることでテーブル B の位置まで移動します。アップをクリックしてオフにします。ダウンをクリックしてオンにすることでワーク A を置く高さまで移動します。クローズをクリックしてオフにします。オープンをクリックしてオンにすることでハンドが開き、ワーク A を離します。ダウンをオフにしてアップをオンにします。ワーク A はアクチュエーターの動作に追従していないため、テーブル B のコンテナに格納されたことがわかります。アクチュエーターの動作を Python スクリプトで制御し、ワークを搬送する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。